GPT アプリを自作する Python で GPT の API を使ったアプリケーションを試作中。今回はカスタム tkinter のライブラリを利用してみました。前回の tkinter からカスタム tkinter にすることでかなりモダンなデザインになりました。ここで GPT の役割、ロールを設定します。前回試した結果から見直してこの8つの役割にしています。物知りなコメディアンという少し面白い要素も加えてみました。あと地味ですが、UI の変更に合わせてログインしているユーザーのユーザー名を右上に表示するようにしています。前回のシングルターンのモデルからチャットに変更したので、コピーボタンは内容全体か、今の回答かを選べるようにしています。さて、では機能の方を試していきましょう。同じ入力に対して、設定している機能を切り替えると、回答がどのように変化するかに注目してください。今回は、英会話の効率的な学習方法のサポートをしてください。という内容を入力して、設定した機能ごとにどう変化するか見ていきます。課題であったウェイト表示は左下に出すようにしました。ではまず、ノーマル、英会話の効率的な学習方法についていくつかのアドバイスをお伝えします。とのことで、英会話の学習についてアドバイスを返してくれました。次は、問題解決。ここからの機能は実は裏でプロンプトを仕込んでいて、シチュエーションに合わせて最適になるよう調整しています。回答が出ました。問題解決。ではその指示内の問題を解決するヒントをくれる機能です。今回はペルソナ設定、ゴール設定に不備があるよという回答でした。次は最も使うことが多いであろうプログラムイング。全くプログラミングと関係ない指示でしたが、出力は Python のコードを提示してくれました。これもプロンプトエンジニアリングの力です。次は文章構成。しっかりと日本語の構成をしてくれます。次はアイデア出し。このように学習方法のアイデアを複数提示してくれました。最後は翻訳です。指示を明示しなくても入力した文章を翻訳しました。これも裏でプロンプトを走らせていて、言語を指示しなければ、英語、日本語、日本語、英語と翻訳するプロンプトにしています。これはコピー機能のデモ。最後の出力結果のみをクリップボードに入れるボタンと、チャットの全文をクリップボードに入れるボタンの2種類があるので、利用用途に合わせて使い分けできます。CSV へのログ記録機能、企業内での利用を想定してプロクシーサーバーを通して接続機能、企業内サーバーに認証情報を格納する機能を装備していて、その認証情報はソルト付きハッシュ化され保存されていますので、セキュアな環境で運用が可能です。いかがでしたでしょうか。次はこのアプリの機能進化と異なる UI での Web アプリにチャレンジしたいと思っています。